こんにちは。小園です。江戸時代の四大浮世絵師の一人、北川歌麿。江戸の名プロデューサーだった蔦屋重三郎最大の成功例とも言われています。歌麿はヨーロッパでは葛飾北斎よりも先に注目され研究対象になりました。度重なる幕府からの制限と戦いながら美人画を描き、裏では春画の世界でも有名になった北川歌麿の一生と代表作をご紹介します。歌麿は歌麿になる以前、北川豊明というパッとしない浮世絵師でした。妖怪絵で知られる狩野派の絵師鳥山石燕の下で絵を学んでいました。現在発見されているのは17歳の頃の千代春に描かれたナスのイラストカット。少年借用画と署名が入っているものが歌麿の最初の絵だと言われています。ちなみに師匠だった鳥山石燕は妖怪画で知られる絵師。聞いたことないという方がほとんどだと思いますが、実は妖怪の生みの親と呼ばれる人物で、妖怪のイラストイメージを決定づけたのが彼です。ゲゲゲの鬼太郎に登場する数々の妖怪たちは、その多くが鳥山石燕の描いた妖怪をベースにしていると言われるほどの絵師なんです。歌麿は幼少期から石燕と交流があったことは確かで、親子だったのではないかという研究者もいます。一部の絵の落款に鳥山豊明とあったり、歌麿源豊明と書かれた上に鳥山の印があったりするからです。才能はあるものの人見知りで、なかなか起用されることはなかったと言われていて、実父の下では甘えが出たのかもしれませんね。そんな歌麿の絵の才能を見出したのは名プロデューサー蔦屋重三郎。歌麿を恋女房と共に店舗兼自宅に住まわせ、生を北川から喜び多いと北川へ、豊明だった号を歌麿とします。ちなみに現在は歌麿と呼んでいますが、これは19世紀を過ぎてから。直接本人を知る人がいた頃は歌丸だったようです。歌麿の号を初めて使用したのは1781年の稲荷大通神略演義。これは当時流行り始めていた奇拍子と呼ばれるジャンルの読み物で、多くのページに絵が入り、その余白に文章が入るスタイルの本でした。江戸中期の庶民の娯楽といえば狂歌です。狂歌とは社会風刺や皮肉、滑稽を盛り込み、五七五七七の音で構成した短歌のこと。狂歌が社会現象化していました。歌麿も狂言を読んだようで、筆の謝るという狂歌名を持っていました。これは筆を謝るのシャレです。そして吉原連というサークルに所属していました。ただし歌麿は狂歌を読むだけでなく、サークル内で他の狂歌師が読んだ歌に即興で挿絵を描きました。これにより多くの狂歌師に知られるようになります。そうして1788年に発行された狂歌本が絵本虫選みです。ここに描かれているのは15図。一見開きに2種類の虫と狂歌2種が描かれています。目にも鮮やかな多色刷りで、生物図鑑を思わせるリアルな描写と人気の狂歌という組み合わせで大ヒット。その後歌麿は一気に時代の寵児となってゆきます。同じ頃刊行された潮干のつとも素晴らしい作品です。潮干のつととは潮干狩りの土産という意味。こちらも彩色刷りの狂歌絵本で鮮やかさが目を引きます。36種の貝と狂歌師たち38人が書いた狂歌が基本ですが、始めと終わりに美人風俗図があります。持ち帰った貝で遊んでいる様子ですが、かしましい感じが伝わってきますよね。一方で歌麿は写実的な精密描写が得意なことから、春画も盛んに描くようになります。歌枕は1788年に発刊された春画本です。ちなみに今は男女が絡み合う姿を描いた絵を春画と言いますが、江戸時代は枕絵や笑い絵、和印と呼ばれていました。当時の歌麿が拠点にしていたのは吉原。春画を描くには題材もモデルも事欠きません。そこで
出版プロデューサーの蔦谷十三郎とこういう男女のシーンを描くと面白いのではと構想を練り、衣装をつけさせてポーズを取らせスケッチしたのではないかと考えられています。そうしてできた歌枕はアーティスティックで想像力に富んだ作品となり人気が出ました。これが後の美人画へとつながります。いずれにしても一方で万人向けの自然を描き、もう一方で大人を喜ばせるアダルトな絵と二方向で北川歌麿は活躍を始めたのです。歌麿は1790年、身内だったり精神女という女性が暴風雨による高波で他界します。この女性は愛妻だったのではと言われています。失意の底に沈んだ彼はスポンサーのいる栃木に身を寄せてしまいました。この頃は1787年から始まった寛政の改革で縛りが多くなった時期でもあります。田沼意次の自由な時代から大きく方向転換がなされたんですね。改革を推進した松平定信は風紀の乱れを恐れ出版禁止令を出します。これにより春画や公職本の類は販売が禁止となります。1791年になると三東京伝のシャレ本が発禁処分を受け、ツタ銃も罰せられ財産没収となります。そんなツタ銃を救おうと起死回生に立ち上がったのが歌麿です。とはいえ好評だった春画は出せません。そこで美人大首絵を誕生させることとなります。大首絵とは人物をバストアップで描いたもので役者絵に活用されていました。美人大首絵は役者絵と美人画を融合させた画期的な作品だったのです。それまでの美人画は全身像が一般的、しかも無表情。例えばこれは鈴木春信の浮世美人花見立て、そして鳥居清長の南十二項4月。どの女性も判を押したように同じ顔です。これが一般的なスタイルで着物や持っているもので区別する感じだったので全身図が多かったわけです。それを歌麿はバストアップの構図にし、女性の表情や仕草を細部まで描くようにしました。こちらは1790年代前半に発表された婦人相学実定、浮気の相。思い人がいながらも好みの男性につい情欲を発散させてしまう女性の表情が描かれています。こちらは金付けと臼を引く女。表情が豊かですよね。またこちらは歌麿最盛期の傑作と評される婦女人相10本のポッピンを吹く娘。背景をなくしきらずりによる独特の光沢で演出することで女性の肌の質感を表現した斬新な作品でした。こちらは踏み読み美人。素敵ですよね。細やかな表情を描き分ける歌麿の才能は女性の魅力的な表情を引き出すことに成功します。これができたのは歌麿が相見占い、人相占いをすることでさまざまな感情で変化する女性を本質的に理解していたからだと言われています。これは1793年に始まる河川恋の部、背景を紅きらずりにした美人大首絵5枚揃いシリーズです。この深く忍ぶ恋は歌麿の代表作の一つに数えられています。歯に鉄章、お歯黒をつけた豊島の婦人なんですが垢抜けてますよね。こちらは夜ごとに会う恋と物を思う恋。物を思う恋は既婚と思われる女性が優美に曲げた手で頬杖をつき目を細めて物思いにふけっている姿です。恋がテーマなのできっと旦那じゃない禁断の恋だったのかもしれません。歌麿は単に女性の美しい絵を描くのではなく普通の庶民が思わず欲しいと感じて買ってしまう美人画を描いたんですね。美人画の大首絵で成功した歌麿は次に会いに行けるアイドルを生み出します。それが当時三美人、寛政の三美人とも言われていますね。彼女たちは実在する人物で左は高島屋お久、上は富本豊雛、右下は浪速屋お北です。絵を見た人はこの美人に会いたいと茶屋に殺到、大繁盛したと言われています。高島屋お久は両国、
野源堀の水茶屋でせんべい屋の父高島屋長兵衛が兼業する店を手伝っていました。富本豊雛は新吉原の玉村やお抱えの芸者さん。浄瑠璃、富本節の名取でもありました。浪速屋沖田は浅草浅草寺随神門、今の二天門脇の水茶屋浪速屋の看板娘でした。この三美人に関してはこんな絵もあります。歌麿の不思議センスが爆発していて笑ってしまいます。これらの絵は大人気になったものの、幕府は美人画に特定の人物の名前を入れてはいけないというお触れを出します。これは実質蔦屋十三郎と歌麿をターゲットにした出版統制でした。すると歌麿は判じ絵で対抗します。美人画の上部に長二束と矢で浪速屋、沖に田で起きたと想像できるようにしたのです。クイズ感覚で楽しめる工夫とも言えますが、幕府に喧嘩を売ってますよね。その後発行した孔明美人六花仙などは判じ絵シリーズ。これも大ヒットとなるのですが、ついに1796年判じ絵自体が禁止されてしまいます。その後の歌麿は婦人手技操り鏡、女色蚕手技草、阿波びとりなど働く女性を題材とした作品を手掛けるようになります。それにしても阿波びとりは海女たちの肉感的な体と水に濡れた髪のしなやかさ、めちゃくちゃ色っぽいですよね。世の中は進み、松平定信の失脚により寛政の改革は終了します。そこで歌麿は春画や円本などの制作に力を尽くします。1799年に発表された「ネガヒの糸口」はさまざまな色恋の楽しみ方を描いた作品で、歌枕以上の傑作と評価する人もいます。その後も1800年刊行の「円本床の梅」、1801年刊行の「帆柱岩」、1802年刊行の絵本花吹雪、1803年刊行の絵本笑い上戸などがあります。精力的ですよね。ところでこの時代美人画を描く絵師はたくさんいました。有名どころで言えば鳥居清長や勝川春章などがいます。ではなぜ歌麿が評価されたのでしょうか。その秘密はバストにあるという説があります。実は江戸時代は女性のバストに魅力を感じていない男性が多かったと言われます。それゆえにぺったんこなことがほとんど。ところが歌麿だけは胸元やバストをグラマラスに描いています。ポッピンを吹く娘も寛政の三美人も胸がふくよかそうに見えますよね。この絵なんて山姥が金太郎に母乳をあげている姿ですが、バストが豊満すぎます。このことから歌麿はマザコンだったという人もいるほどです。どう思いますか？晩年の歌麿は徐々に傲慢になっていったそうです。他の絵師のことを近きよこの生えしもっぱらありのごとく出生しとバカにしたり、世が筆量は花とともに高しと自慢げに書き記すことも頻繁になってゆきます。自分を見出し共に幕府の圧政と戦った蔦屋十三郎も亡くなり、方向性を見失ってしまったのかもしれません。そんな傲慢さの中、1804年になって豊臣秀吉による醍醐の花見を題材にした大判三枚続きの浮世絵太閤五歳楽東遊観の図を発表します。これが幕府の逆鱗に触れます。三枚続きのこの絵は豊臣秀吉が側室たちと花火で羽目を外している図。近くには心配そうに見つめる正妻の北の政所ねねや淀殿部下の石田三成も描かれています。歴史に残る醍醐の花見の場面でそれだけなら何でもないのですが、当時の11代将軍徳川家斉の贅沢な生活が財政難を引き起こしていることを揶揄した風刺画だったのです。これにより歌麿は補助され手鎖50日の処分を受けます。これは50日の間両手に鎖をつけられ一切の仕事をできなくするという刑罰。当てつけに
出版許可を与えた名手もクビにする念の入れよう。歌麿は乳老と刑罰が答え、心身ともに衰弱し、以前のような反骨精神も影を潜めてしまいます。描く題材も古典的人物や年中行事に限られるようになりました。それでも版元たちは歌麿の病が重いことを知ると、むしろ競って最後の仕事を依頼したといいます。2年後、版元から依頼されたおびただしい死体の中で一人生涯を閉じました。54歳のことです。天才の名を欲しいままにした人物にしては寂しい最後となりました。時代に抗いながら、決して妥協することなく、むしろ制約をバネにし、反骨心丸出しで自らの芸術を追求し続けた北川歌麿。その後、日本だけでなく世界中に認められたのも納得だと思います。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。感想や追加情報などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。リクエストもお待ちしております。さらに高評価やチャンネル登録をいただけると励みになります。どうぞよろしくお願いします。